もし16世紀の日本に YouTube があったら宣教師たちは炎上していたかもしれません。なぜって、日本人があまりにも知的すぎて神の教えすら論破してしまったからです。そう、この国では信じることより考えることが先だったキリスト教伝来と広がり、時は1549年、ポルトガル出身の宣教師フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸します。彼の目的はただ一つ、この極東の島国にキリストの教えを広めること。ザビエルは驚きました。日本人は清潔で礼儀正しく、そして何よりよく考える。この国に布教できればアジア全体に道が開ける。そう確信した彼は言葉を学び、仏教と議論し、仲間を増やしていきます。その努力が実り、一時は10万人以上のキリシタンが誕生。九州ではキリスト教を信仰する大名も現れ、教会が建てられ、ミサが行われていました。秀吉の怒りと弾圧の始まり。しかし平穏は長くは続きませんでした。キリスト教の急速な広がりを警戒したのが天下統一を目前にした豊臣秀吉です。宣教師たちは本当に神の教えを広めに来たのか。いや、裏で日本人を奴隷として海外に売り飛ばしていると聞くぞ。事実、ポルトガル人の商人たちは日本人女性や子供を人身売買の対象にしていたという記録が残されています。これを知った秀吉は激怒し、1587年バレレン追放令を発令。宣教師たちに国外退去を命じ、キリスト教の布教を禁じたのです。宣教師 vs 日本の知性。宣教師たちはただの無知な民に教えを説くつもりでした。ところが日本では仏教僧や学者が真っ向から論争を仕掛けてきたのです。ある僧はこう問いかけました。あなた方の神は全知全能という。ではその神が作った世界になぜ悪が存在するのか。宣教師は戸惑います。彼らが慣れていたのは文字の読めない民に語り聞かせる布教。ところが日本では聖書の内容すら自分で読み理解し、疑問をぶつけてくる民衆がいた。フランシスコ・ザビエル自身も日本人は哲学においてギリシャ人のようだと本国に伝えています。つまり日本人は信じる前に考える民族だったのです。江戸の識字率と民衆の強さ。日本の民衆がここまで思考力を持っていた理由、それは読み書きが当たり前の文化だったからです。江戸時代、日本では寺子屋と呼ばれる庶民向けの教育機関が全国に広がりました。読み書きそろばん、農民も町人も女性ですらも学んだのです。当時の識字率は男性で7080%、女性でも50%を超えていたという推定もあります。これは同時代のフランスやスペインと比べても世界屈指の水準。つまり宣教師たちは想定外の知的武装国家に乗り込んでしまったのです。信じさせるつもりが逆に教えを読み解かれ、疑問をぶつけられる。これでは簡単に信じ込ませるわけにはいきません。島原の乱と命を懸けた信仰。キリスト教を信じた者たちはただ信仰を捨てさせられただけではありません。命そのものを奪われる時代が訪れます。1637年、長崎島原で起きたのが島原の乱。領主の過酷な年貢、飢饉、そしてキリスト教の弾圧が重なり、民衆はついに放棄しました。その中心にいたのがわずか16歳の少年、天草四郎。神の子と信じられ、数万人の信者が彼を囲み、原野城に籠城します。幕府は12万の大軍を送り込み、徹底的な包囲と攻撃を行いました。最後は皆殺し。原野城に立てこもった者たちの命は信仰とともに消えました。なぜ無宗教が増えたのか。現代の日本人にあなたは何宗ですかと聞くと、無宗教ですと答える人がとても多いのです。でも初詣には行く、お盆には墓参りする、結婚式は教会、葬式はお寺。それって本当に無宗教なんでしょうか。日本では宗教信仰の対象というより生活の一部、神社や寺で手を合わせることに宗教的な意識すら持たない人がほとんどです。その背景にはキリスト教を排除し仏教や神道を文化に溶け込ませた歴史があります。つまり信じないのではなく信じていることに気づいていない状態なのかもしれません。もし日本に宗教戦争があったら、ヨーロッパではカトリックとプロテスタントの争いが何十年も続きました。宗教の違いが命の奪い合いを生んだ時代。けれど日本ではキリスト教を排斥した後、宗教をめぐる戦争は起こりませんでした。それは良いことだったのか。
それとも多様性を受け入れる機会を捨てた代償だったのか。もしあの時日本にキリスト教国家が誕生していたら、私たちの文化も価値観もきっと今とは全く違っていたでしょう。現代の信仰とこれから今、日本の若者の多くが宗教なんて関係ないと言います。でも初詣で願い事をしたり、いただきますと手を合わせたりする、それって実は無意識の祈りなんじゃないでしょうか。信仰とは特定の神を信じることではなく、自分の人生をどう信じるか。あなたにとって祈るとは何ですか？日本にキリスト教が根付かなかった理由、それは単に宗教が合わなかったからではありません。この国の人々は信じる前に考える力を持っていた。自分の目で読み、耳で聞き、心で問い続けた結果、宗教を押し付けられるものではなく、自分の内にあるものとして受け入れたのかもしれません。だからこそ今も無宗教という名のもとに神社に手を合わせ、仏壇に祈り、教会で愛を誓うのです。ではあなたは本当に何も信じていないのでしょうか？